可愛らしい顔してるやないか。お母さんって顔してる、子供の顔してる。こいつカニ食ってるやんけ。皮があるわ。そうなの。どれだ、これでしょ。よくわかんない。ここにしろって押すボタンがあったら俺も押さないとさないといけないからわかんないの。あの人。ここも恐竜になってるやん。なんだこれ、なんだこれ、ちっちゃ。なんだこれ。部屋取ったんですけど、それがね、この駅近の遠いんですよ。俺みたいな声低い。正義みたいなもんだな。エレベーター早いな。アメニティも普通に揃ってっから十分だわ。おお、飛び出てるわ。平面なんなんだろうけど。よし、来た。ここだ。乗ります。西日本のウエスターってアプリの旅だったんですよ。これで予約して、こういう旅屋さんが使うんで、これで行きますね。これで利用開始か。こうやって情報出てます。お願いします。8時2分5分。結構いるな。お待たせいたしました。勝山駅まもなく発車いたします。
よって感じだな。よっ乗れんのかな。あ、大丈夫か、余裕そうだな。多分おそらくこれしかないだろうね。いけそうだな。風力物。これ IC どこだったっけ、対応してんだっけな。あ、なさそうだな、現金ポイント。そこだもんな、便利だよな。恐竜博物館でございます。参考中。片手でジオパーク放浪記。松口さんが撮ったんだけど、これ今日でそこ行きます。事前ネットで買えるんで、これは普通に。なんか、そういうのスプラッシュマウンテンだったっけ。なんかこの下ってゆっくり下る感じ。お出迎えだ、お出迎え。ようこそですな。意外とこれで見るとちっちゃいのかもしれない。もっとどでかいのあるんですよね。意外とそうでもないかもしれない。なんだろう。このティラソースのこの頭の大きさなんか樽1個分ぐらいの大きさで、そんな大きい感じしない。あいつだ。バカにすんじゃないと思ってました。足の長さもすごい。この足の力強さってもう陸上部みたいなもんだもん。陸上選手代表できるんで、後ろの尻尾の筋肉はただ振ってるだけじゃなくて、この後ろの足の上や太ももみたいなところで、そこの筋肉を使う重要なところも支えてて、全部が力強いじゃないか。戦いで生まれた状況で化石なんだろう。あんのかな。威嚇してる時もこうやって前足上げてでかいに隠してたから、これで怯えるもんなんだね、ティラノサウルスは。確かにそういうのティラノサウルスちっちゃいな、こっから見たらちっちゃいわ。ちょうど同じ頭のくらい高さなんだけど、こういうプラキオサウルスだったらまだ高えもん。そりゃこいつのやっぱでかいほど最強っていうのは分かるかもしれないな。だけだけどティラノサウルス何もおうと思わなくなったなこっちの高いからなここなんて弱っちいからな。何も恐れなくなるな。プラキオサウルスとかもう何も思わないんだろうな。でかいっていうのは怖さを恐れないことだね。朝食を肉食恐竜ですね。こんな感じで覆って朝食恐竜が襲われても肉食より恐竜のでかいプラキオサウルスの方が強いってことでしょう。すごいいや、怖い
やっぱ筋肉すげえな。肉肉しいな。食べたらうまかったのかな。九州とかやっぱ北陸多いな、そう考えると。北海道も一部あるけど、マジもやっぱ一部あるかな。これ、あ、そうだ、私のまた東横インあるじゃない。東横イン。東横インと福井のコラボレーション。福井駅が昔は恐竜だったところだ。さ恐竜がこっちになったら邪魔すんじゃねえと。肉食草食といろんな場所で過ごしたところだよな。邪魔すんじゃねえと。争って、土地の争いかな。土地の争い、所有者の争い。音が本当にもう横にいるじゃん。喧嘩するなおい。こういうね、こいつは人間の心がねえのか。これ面白いのが、ちょっと離れたプラキューされたのつい飯食って何分な感じないという。これやっぱ恐竜の空気だろうな。人間にはそういうなんだって眺めてるらしいけど、恐竜たちはもう関係ないんだろう。自分が受ける感じで、まあもうそりゃそうだな。邪魔されてもないんだから見るわけもないな。それで今の恐竜ってことかな。なるほどね。福井駅のこう書いたら面白いな。よし、ということで戻りました。すごい涼しい。よっぽど室内暖かかったんだな。ちょっと小雨っぽい感じの天気になってるな。これか、乗降は無こ料でのバスだな。これだ。どなたでも戻ります勝山に。はい、300円です。はい、ピッカに。さようならティラノサウルス。このバスは立山駅前行きでございます。次は終点立山駅前でございます。確かに結構いるんですよ。あ、距離の足跡ですか。こちらが今度乗る列車ですね。北博物館よりもその先の奥が、ここが本当の恐竜たくさんいた化石あった場所ってことだろうね。残念なお知らせですよ。当然僕行こうと思ったらね、冬は欠航ですって。いやー、まあ確かに曇ってるもんな。日本海荒れてるか。そっか。
しろ当時も要求しろ。いやーメインが素晴らしいね。おお結構そっか後ろ囲んでるか。そうだな。そうだ福井駅の出入り口が後ろ側だから前のが空いてるんだよ。To take all of your belongings with you when you get off. Thank you for riding the Echizen Railway. はい、ありがとうございます。いや着きましたよ三国港。完全バスじゃん。バスガイドで添乗員さんが完全に鉄道のこのパターン初めてだ。いやなかなか面白いでしたね本当に。よしということで来ました。下の景色いいね。高すぎるわ。こんなん落ちたらおしまいやで。これが一点がどういうかこうしようとこう直してレモンをかけたあとこの感じにこれつけて食べる結構自由に食べていいみたいな決まりでどう塩じゃないかなしねえかちょびっとぐらいこれ岩塩っぽそうだな。このぐらいでいいだろう。3つ持ってるから箸でくり抜いた方がいいんじゃないかな。手は無理だろこれ。忘れてましたよこれ。歯むくんですねこれ。そうこれ折れるからこっから向いてピューってこっちに引いていくことがこの身を食べれる。そうそう。忘れてたからこれが最高形実現なんか素晴らしいな。絶対うめえね。俺もすげえな必然大事に登録する身だからもうあれか特許取ってるってことはな選ばれたものしか食べないことはな。この時点でブルブルだもんな。ブルブルだよ。これで4000円でこれで4000円だな。濃厚さにうますぎだよこれ。全然もねカニ食べに1時間待ってたから結局もう時間がない20分しかないよ同時にもまあでも船止まってるしいいか。海見えたけどもうこの先とこどうかこんな急に見えるもんどこにあるよ。おおこれかすげえすげえすげえこんなすげえやばこれどう見ると危ねえすげえこんな岩なってたんだ。これで自然作れたとかですよ。とんでもねえな。いやなもともとマグマできてこれでも切りつけるもんなのか。
行けるとこまで行くけど、あんまり先まで行く感じじゃないのかもしれない。よくしてんだけどこんなもん作れたよな。作れたってか、もう自動的に作れたもん。うわ、やべえ。何が大変だ、歩くの大変だこれ。全く放送されない。あるがままやな。すげえ。これめっちゃやばいじゃん。もう崖じゃん下。あまりにも下すぐ海すぎてちょっとね無理だわ。これびっくりした。この先行けねえよ。もう命なくすわこれだ。いやいや、これほんとサスペ先生使えてたのか。とんでもねえな。こりゃもう殺人事件起きてもおかしくねえと思うわ。カメラならいっか。いやーマジで、何島の時も名前しちゃったもん。助けてくださいって本当にこれ。あれもなんか階段登って神のところにある島なんでね、助けてもらえるかな。地殻変動とかで出てるけど、やっぱここまで壮大でこんな広がってんのはないだろう。やばいよ。風吹いてるから余計になんか恐怖を感じるから、とんでもない。マジか。うわ、やば。よく戦で作られたわ、ほんまに。本当に下から見てみたかったな。下から見上げる東尋坊もなかなか壮大だろうな。いや、こっからでも十分だな。十分に見応えあるわ。地球の層って地層をつってマントルってその岩石の岩のところあるんですけど、それのところが要は圧力が下がったりとか気温が高くなったりすると溶けてマグマになるわけ。マグマになったやつが地層に近づくまで出てきた時にまた引いて固まってとか、地震内の地殻変動の影響によってこう地下のところに筒のところからドロー出てきて、これが出てきたってことだよね。でこれ一番特に何がいいんだ。一番5、6、7角形だ。この形が結構特徴的だから、本当に未放送で未放送、何も整備してない。もはやこれは普通なんだろうけど、こっからかな、船で行けんのかな。船の乗り降りできそうだな。行けるか。どこまで行けんの。ダメだ、ロープ張ってるわ。下行けなそう。さっき東尋坊来る前に靴の記録何もしてなかったんだけど、なんかね多分ね向けた気がするわこれ。向けた気がする、完全に。そんだけごっついわってことだよな。それが東尋坊。お、ちょっと夕日っぽいなってんな。曇ってんね。これ日が沈む時のある 1.5 秒ぐらいなのかな。一瞬だけ緑になるとそれが願い事叶うっていうのは言われてるよね。要は時間のやつがこんな場所に来る場所じゃないよな。急いで転んで落ちて気がして死んだらおしまいやからな。こっちは全然登りやすいよ。なんか岩が平ら、めっちゃ登りやすい。ここならまだいいわ。端っこ逆にどこまで行けんの。あのおじさんちいるところが端っこなのかな。日本だと思うよ、ここだけだと。こっちの高さ低いからそんな怖さ感じないかもしれないね。この先行くと転びそうで危ないかもしれないけど、そうでもないか。こっちはマシだな。夕日待つのもいいなと思うけど。いや、またこれもう一回じっくり見たいなこれ。十分楽しみだけど、すげえよほんと。カニスとじっくり食べ過ぎたな。なんなんだよここ。なんなんだってマジで。あれなんバス停だろ。1分前大丈夫だ。1分前。
危ねえ。1000枚めちゃくちゃうまかったけど食べるの時間かかっててしょうがない。これ悪口じゃなくて時間余裕と持ってやらなきゃダメだわ。じゃあアラウンス乗っていくか。多分来てるよ。あれこれじゃないの。あれアラウンス行かないから大丈夫だ。ハウガン間に合った。来てなかったまだ。あっちがバスで今2時4分になったわ。間に合ってよかった本当に。掃除も2時間ぐらい時間持ってたけど食してこなからと思わなかったわ。山温泉どういうの大変になって16時いやこれだ。これでやっと移動できるわ。来たかこれだろ。そうだよし間に合った。刺身はそんな口に加えてスルって食べるからですけど、焼いてるやつはね皮むいたりとか箸で剥いて食べたりしないといけないので、まあ余裕時間結構あった方がいいですね。やっぱり1時間は私変わってしまったんでね、結構余裕ないと東尋坊楽しみないかもしれないです。結構無理やり詰め込んだようなもんだな。絶対時間あると思って余んなかったもんな。まあそんだけ1年間に食べるのを楽しかったことだからまあいいでしょうね。だって刺身と焼きで8000円だからお得だろ。普段なら1万5000円するんだからな。またお伺いします。ありがとうございました。正直ね足パンパンですよ。昨日の歩きすぎだな。歩きのまだ分かんないですよ。そんだけ観光楽しんでるってことはそこだろうな。